はい、お疲れ様です。2た目の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今日もね、作家になるために必要な考え方の話をしていきます。で、ちょっと今日のテーマに入る前に、最初にね、今ね、こうやってね、僕の動画見て作品作ってくれた人にね、僕の方で希望する人にはね、お金かかるけども、虹玉添削っていうのをやってます。で、かなりのね、問い合わせっていうか、見に来てくれてる方がいて、で、実際にね、もう、添削受けてる方も何人もいます。で、そこでね、ちょっとね、共通事項があって、先に言っとこうかなっていうことがあるんで、言っときますね。まずね、結構全員に共通して今まで受けてくれた人に言えるのは、結構顔の幅しっかりできてないよとかね、あと耳のここの頭の部分ね、ここの膨らみが足りないよとかって、しっかり作ってはいるんだけど、その大きさ自体がね、ちっちゃかったりして、それでうまく耳が作れなかったりとか、なんだか顔の横幅が出てなかったりとか、そんなことがね、共通事項でみんな起きてたので、ちょっとね、それを言っておきます。なので、今作ってる人、それからね、これから受けようと思う人は、もう一度、虹玉、記事トラレッスンのレッスン1をよく見てね、その中でどういう形かっていろいろ見せてると思うから、そこでちょっと照らし合わせながらやってみるといいんじゃないかな。あとね、もう一つね、結構これ言ってくる人多くて、自分なんかのレベルで受けていいんだろうかっていうような感じのことをみんな言ってくるんだけども、そんなの全然関係ない。もう、昨日今日始めたばかりは別にいいじゃん。ね、10年やってようが、15年やってようが、別にそれでもいいじゃん。全然関係ないから、こうやってね、考えてほしいんだよね。何か物事やってさ、壁にぶち当たったりするじゃない。で、そういう時はその壁をどうやって乗り越えようかって、もうとにかく絶対それは自力で乗り越えようって、そういうふうに思ってやらなきゃいけない。だけど、そういうふうな壁をさ、何度も乗り越えたりして、でもどこかでなんていうかな、成長が鈍化したり、あるいはなんていうかな、さまようような状態になるときあるじゃん。ね、伸び悩むときだよね、要は。で、その伸び悩んでるときって、結構もう自分じゃどうしようもなくなり始めてるときだったりもするから、で、無駄にね、そういうときって時間だけを浪費しちゃうから、それだったら思い切って、やっぱりプロとか専門家、先生とかにね、しっかりと、教えてもらって、で、何が今できていないのか、何が合っているのか、間違っているのか、ここの答え合わせができるとすごく大きいんだよ。だから、そういうために添削使っていただけたらなって思います。だから、そこに初心者だろうが、作品のクオリティだろうが、ベテランだろうが、そんなもん何も関係ない。自分のために、自分が成長するために受けるっていうだけなんだからね。全然関係ないから、どんどん遠慮せずに、受けてほしいかなと思います。はい、じゃあね、ここから本題に入っていくんだけど、今回のテーマはね、無理だって決めつけずに、まずはどうやったら成功できるか考えろっていうね、どうやったらできるかを考えなさいっていう話をね、しようと思う。でね、これはね、もう本当に作家で食べていきたいっていう人はもう絶対に、なんていうかな、みんなね、思考停止しすぎって言うと、なんかバカにしてるような言い方になってる、聞こえるかもしれないけど、そういうことを言ってるんじゃなくて、思考停止っていうのは考えるのをやめてしまうこと。これが思考停止だからね。例えばさ、作家で食べていきたいってなった時に、みんなさ、考えるのって作家で食べていきたい。いや、でもさ、無理だよね、とか、こんな単価安かったら無理だよね、とか、もう、やりたいって思うのに、すぐにできない理由と言い訳で武装し始めるでしょ、自分のことを。これって、自分が変わりたくないのが人間の本能だからね。武装してね、守っちゃうのはしょうがないんだけれども、でもそれをやってると絶対に夢は達成できないから、作家で食べていきたいって本気で思うんだったら、すぐにできない理由と言い訳を探すんじゃなくて、どうやったらできるだろうだけを考える。だってさ、結構みんなね、諦めることって一瞬じゃん。早くない？だから思考停止してるっていうの。だってさ、作家になりたい。どうやったらできるだろう。でもこうだし、ああだし、無理だよね。って言ったらもうそっから作家になるための考え方っていうのを、考えを遮断しちゃうわけ。やめちゃうわけでしょ。だから思考が止まっちゃってるね。だから思考停止なの。そうじゃなくて、いや、こうだよね、ああだよね、こんな問題あって無理だよね。だけど、じゃあこの問題があるんだったら、この問題やっつければ可能じゃね。じゃあどうやったら問題解決できるんだろう。じゃあこっちの問題はいや、これも違うことをやったらいけるんじゃねって、思考停止してないで常に考えまくってる。だから、成功するの。成功する人は。で、必要な情報ってどんどん入ってくるよね。考えをそこで無理だって言って停止しちゃうと、頭がそれ以上情報を求めなくなるから、必要なチャンスになるような情報があったとしても、それでも見逃しちゃうの、スルーしちゃうの。もう成功っていうか物事うまくいくような人たちってさ、少なからずさ、運が味方してるって言われるじゃない、よく。もう間違いなく運が味方してるんだけど、でこれもいろいろ諸説あるけど、運って僕は考えるんだよ。運ってなんで味方してくれるかって言ったら、とにかく自分が思考を止めずに、絶対こうなってやる、こうなる方法ないかな、うまくいく方法ないかなって考えてるから、そのね、情報が
やたらと目に入る。そしてそのチャンスが巡ってきたものを絶対に逃さない。だから手につかめる。それは考えまくって行動してる。こんなことね、例えばだよ。まあ、パンを食べたいというかさ、美味しいパン屋さんあるよねとかっていう話をしてるときに、ドライブしててよ。パンを買いに行ってるわけじゃないんだけど、そんな話になったときにさ、なんとなくパンが食べたいなって思ったときに、やけにパン屋が目に入るようにならない？そういうときって。あそこのパン屋さん美味しそう。あそこにもパン屋ある。今度行ってみようなんて、会話に僕奥さんとよくなるんだけども、それってさ、パン屋の話をしてパン食べたいって思ってるから、脳みそがパン屋の情報を集めてあげなきゃってなって、無意識にパン屋の情報を拾い始めるんだよ。で、それが目に入るから、パン屋が、あそこにもある、ここにもあるって気づくわけ。だけど、そんな話をしなくて、パン屋の話を遮断して全く違う話になって、もうパンのことなんて一切考えてなかったら、もう、そのパン屋があったとしても、もう全然スルーして、どこにパン屋があるかなんてね、気づかないわ。それってもうみんなが体験してることだと思うんだよね。だから、その意識していること、考えていることって、脳みそが情報を集めようとするから、これは科学的にも証明されてる。だからこそ、考えをやめちゃダメなの。やろうと思ってる。っていう話なんだけども、もう鼻からさ、みんなこう、無理だって決めつけすぎ。もうやってみないとわかんないじゃん。で、そのやってみたことによって、すごい大きなリスクがあるのは別だよ。例えば、それをやることによって数千万失ってしまうとかさ、数百万失ってしまうとか、ね、30年くらいを浪費してしまう。そういうのは話が全く別だけど、大したリスクのないことだったらもちろんね、ある程度のリスクはしょうがなきゃチャレンジはできないから、ある程度のリスク覚悟でやっていかないと、もうそこには何か手に入れることはできない。ちょっとね、もう少し具体的な話をすると、僕ね、知ってる人もいるかもしれないけど、僕はね、オーダー専門でやってるんだけども、で、去年のね、前半くらいからはもう数を相当減らしたんだけども、それまで4年間ね、毎月最低でも5体6体っていうのを毎月オーダー作品だからね、それを作って納品してる。必ず。それを4年間ずっと続けたの。で、これなぜできたかっていうと、異常でしょ？だって毎月オーダー作品を5体6体作って納品するんだよ。考えられる？嘘つけって思うじゃない。嘘じゃないから、本当にやってるから。で、普通に考えて、そんなの不可能だって思うじゃん。どうやったらそんなのを作れる？フレーム作品じゃないからね。僕全身の作品だからね。僕作ってるのって。それを5体6体毎月納品してるの。で、当時僕が考えたことってこういうことで、当時はね、3万円で、オーダー、全身のオーダーを納品してる実績があって、だから3万円では作れるっていう状態だった。で、僕の当時の目標は仕事辞めて、バイトやって、で、そのバイトも季節のね、スキーのバイトだったから終わって、しっかりこれから本当作家として稼いでいこうって本腰入れた時だったから、で、月に25万から30万の安定した収入を得れるようになろうっていうのが、まず目標として持ってたわけ。で、当然自分の持ってる貯金だって少ないから、この売れない時期を長くすればもう夢がついえてしまうから、だからいつまでにこの金額を絶対に達成しなきゃいけないってケツが決まってたわけ。自分の中で設定して、それでやってたわけ。で、当時3万円でしか作品を売ったことが、オーダーでやったことしかないの。じゃあ30万円っていうその収入を得るためには、単純にね、今僕は3万円でしか納品できないから、3万円の価値しか生み出せないから、僕は月に10個3万円の作品を作らなきゃいけないわけね。そうして納品すれば30万円じゃない。単純に。それをやろうと思う。もう難しいことを考えずに、まずじゃあそれをやろう。で、もう普通の人だったら、いや、10体は無理じゃんってなるじゃん。いや、僕も思ったよ。いや、多分さすがに10体は無理だと。でも、頑張れば半分とか6体くらいいけんじゃねえかなって思ったわ。で、3万円でね、7体、3、7、24、24万円か、ね、夫婦2人で生活していくには十分だな、とりあえずね、って思ったから、じゃあ7体、6体7体目指して作ろうと思ってやったわけ。で、オーダーが入り始めたんだけども、当然ね、駆け出しだから人気作家でもなんでもないしさ、オーダーなんて1体とか2体しか入らないわけ、月に。だけど僕がやったことって、絶対に月に7体とかを作ってやるっていう意識でやってるから、オーダーが2体とか1体しか入ってないんだけど、1月で作る時間計画は、この1体は7体全部作り上げるつもりの時間の中で作って納品してる。本当はね、1体しか注文入ってなかったら1ヶ月かけて作ればいいじゃない。でもそれをやっちゃ絶対に僕のやりたいことは達成できないから、そういう風に1体しか注文入ってなくても7体納品するつもりで作っていう風にやってると、だんだんね、やることが行動がさ、どうやったらその短期間で早くね、
作ることができるか。どうやったら効率よく、どうやったら効率だけじゃなくて、さらにね、作品きれいに作らなきゃいけないから、綺麗で、そしてリアルに見えるように作らなきゃいけないかっていうのを、とにかくそれを考えて、とにかく手を動かして、もう全ての時間をそこに費やして、もう本当に全ての時間。食事と風呂入ってる時以外も全部作ってた。本当に最初の1年間は特に。で、やることによって、結局、誰もが不可能だと思う全身のオーダー作品で、毎月6体納品するっていうのを、数年間、ずっと当たり前にやり続けることができ、これができたのも、なんていうかな、無理だって決めつけて、思考を停止して諦めなかった。どうやったらそれを成し遂げることができるか。っていうことを常に考え続けたから、だからこそ、体がそういう風に必要な情報を取りながら、手先を動かして、よりね、普通にただ作って遊びで作っているよりも、多い情報を手に入れて、それを作れるようになってる。だから、絶対に何か、本当に成し遂げたいことがあるんだったら、もうね、簡単に諦めたりせずに、できないことなんていっぱいある。言い訳しだしたらね、もうすぐ終わる。いや、そうじゃなくて、一回とことん考えるだけ考えてみなよっていうことを言いたい。それね、自分は考えても今度ね、また気をつけなきゃいけないのが、周りがね、潰しにかかるんだよね。潰しにかかるっていうのは、2種類の人がいて、なんていうかな、例えばみんながね、作家で食べていきたいって言った時に、作家で食べていくなんて無理だからっていう人いっぱいいるじゃない。で、それは家族とか、本当に仲のいい友達とか、あなたのことを心配して、いや、絶対それじゃあ本当に食べていけないから、絶対挫折するからやめときなって、心配して止めてくれる人が一種類。で、もう一種類の人は、成功されたくないから、自分と同じとこにいて、こう、ね、この泥沼から抜け出して自分だけいいとこ行くなよって思って、足引きずり下ろそうとする人たち。いや、そんなの無理だって言ってくる人たち。自分がやったこともないのになんで無理だって言えるのって僕は思っちゃうの。僕がこうやって言えるのは、僕が歩んできた道だから。僕が苦労してもがいて、這いずり回って出てきて、道を切り開いて歩いてきた道だから。だからこうやってやったらできるよって言えてんだ。だけど、努力もしたこともないし、考えることさえしない奴らに、そんな風に止められて、自分の夢を諦めることなんてないから。ある程度のリスクは必要だけど、でもある程度のリスクを背負う覚悟で、本当に考えることを止めずに、どうやったらできるかっていうことを考えると、そのリスクの確率を下げることができる。したら勝率が上がるじゃない。っていう風に勝負していけるか。ちょっと最後の方ちょっと話がね、まとまらんくなったかもしれないけど、でもとにかくね、簡単に、できない理由とか言い訳を先に考えがちなんだけど、それで思考を止めてしまうと終わっちゃうから、そうじゃなくて、とにかく一回考えてみる。とことん考えてみな。これに1週間費やしたっていいじゃない。その一つのことに。それだけの価値があるよ。考え込むだけの価値が。そうしたら何か新しい方法見えるかもしれないし、誰か先にやってるね、人たちに話を聞いて、したらそこにね、自分じゃ思いつかないヒントがいっぱい隠されてるかもしれないし、そんな風にね、やってってくれればいいんじゃないかなと思います。はい。そんなところでね、今回の話も終わります。ためになるような話だなと思ったら、いいねボタンを押してくれればいいし、で、こんな話もっと聞きたいなと思ったら、こんな話ね、時々するし、あと技術的な話もね、どんどんリリースしていくので、チャンネル登録してない人はね、ぜひチャンネル登録してみてってください。あと質問ね、何でもいいから聞きたいことがあれば、どんどん質問してくれれば必ず返すのでね、そんな風にとにかく、このチャンネルは自分がスキルアップするためにね、何かしらね、力になれればなと思って発信してるので、そんな風に使ってください。はい、ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。